リセンヌがスペシャルシングルプリティガールでカムバックしました。わープリティということで、今をときめく押しも押されぬリセンヌのスペシャルなカムバックとなりましたが、どうでしたか？いや、まず MV と曲たまらんっすねこんなさ可愛いだけの曲と MV、言い方ちょっとね聞こえ悪いかもしれないけど、こんなギューッともう可愛いかガッて詰まってバーンって弾けたようなやつ、もう久しぶりに見た感じがするし、色合いもいいし衣装もいいし、もちろん原曲がいいっていうのはあるよ。でもチェンさんは第3世代入りですよね。はい。だからこのプリティガール自体を、後追いで聞いたってことは当然あるとは思うんだけど、その辺はどうなんですか？おっしゃる通りで、俺が最初に知ったのはそれこそ、セロデーのコンサートに行った時に、カバーしてたのよ。で、なんかめっちゃいい曲だなと思ったら、あ、これカラなんだっていうぐらいな感じで、でもそっからこの曲がすごい好きになったから、きっかけは別グループだったとはいえ、好きな曲になったから、それでリセンヌが、もともとさ、カバー曲でカンバしますよっていうアナウンスはあったけど、何かわかんなかった。そこでプリティガールって出た時に、知ってると思って。じゃあもうその時点では、カラのっていうところはちゃんと準備段階としてできてた。そう。だから、すごい、それも嬉しかったし、とにかく色調とか色合いとかさ、MV の作りとかさ、すごい可愛かったし、なんかそれこそ正直お金はそんなにかかってないと思うよ、MV 自体は。でも逆にそれがそれこそちょっと前風のオマージュに見えるっていうかさ、演出の仕方とかさ、こうスローモーションでジャンプするとかさ、なんかケーキペロって舐めるとかさ、細かくこうカットインっていうかさ、バーって画面が出てくるとかなんかゴマフアザラシみたいなそう雲でね、でビブが映ったと思ったら上に猫いるとかさ、猫かいみたいなやつとかいろいろあったし、あそこら辺はね、なんかむしろ作りだからこそ余計にその可愛さが際立ったなっていうのがあったから、俺はむしろなんか外ロケでとかっていうよりも、見せ方が正解だったなっていうふうに思ったから、俺はそこもすごい良かったよ。曲調としてはいわゆる第2世代のカラの名曲っていうことなんですけど、その辺のなんか古さとか感じたりしましたか？正直、ナイスっていうか、3分半っていう曲の長さ自体はちょっとね前時代的な部分はあるっちゃあるけど。そうか、長いのか。いや俺それすらも感じなくて、だからそれはさ、一応俺の中で好きな曲っていうのがあるから、もうそのバイアスがかかりまくってるから、全然その古さとかもないし、好きな曲をリセンヌがやってくれて嬉しいなしかなかったから、何の問題もないっていうか、むしろよくこれを選んでくれてありがとうございますっていう感じだよ。しかもリセンヌがやるんだったら想像もできるし、出してきたものは想像以上だったし、プリティガールっていう曲の元々の良さっていうのはあるけど、リセンヌはリセンヌなりな表現、リセンヌがやったプリティガールがちゃんと出てたから、俺はそれをめちゃめちゃやり方もうまいなと思ったから、関心もしたし感動もしたし、それ以上にずっともうニヤニヤしっぱなしですよねたださ、なんでカラなんっていうのは、だいぶ前にさ、カラのギュリの YouTube チャンネルにリセンヌが出てて、なんかギュリがリセンヌメンバーになるにはどうしたらいいですかみたいな内容のちょっとコント的なものがあってさ、そこでプリティガールを披露してたはずなんだよ。それきっかけなのかみたいな。だから過去の名曲とかはたくさんあるけども、なんでピンポイントでこれなんだろう。接点といえばそれぐらいしかないしな。答えとして言うと分かりませんそうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。いや、それは違うんですよ。ギュリとの共演が接点っていうのは一応否定されるソースというか証拠自体はあって、分かりませんなんですけど、正確には分かりませんっていうか、全ての動画というか説明全部そうなんだけど、ででも確率が高そうだなとか、こういう傾向があるなっていうことからそうじゃなかろうかっていう話をして、そこに説得力があるかどうかっていう話じゃん、だからそういう仮説的な、一応納得できるかなっていう部分のある話はあるんで、ギュリのやつがきっかけじゃないっぽいぞ。いや、それだけじゃなくてなぜからなのかっていうところも含めてねっていうのをちょっと説明すると、一つはそのチェンさんのリアクションで言及されてなかったからあえて言いますけど、カラと同じ5人組だから。それはね、でも思った。ちなみにパートは全く一緒とかじゃないです。だから5人組っていうところだけが一緒なんですけど、少女時代やその他の前の世代のガールズグループをカバーするよりも、再現性が高い
だから違和感がない、この曲に関してというかカラの曲の方が違和感がないっていうことがまあ一つはあるかなっていう。まあ確かに。でもう一つはプリティガールを作ったスイートチューン、名前聞いたことありますか？ありますあります。まあ今 K-POP でも活躍中のモノツリーの前身でもあるんですけど、そうか、そういえばそうだ。そこにいた人たちが立ち上げたのがモノツリーっていう。だからまあ伝説の作曲家たちと言ってもいいっていうところはあると思うんですけど、そこにまあだからイ・ジュホン並びにザ・ミューズ、要するに事務所の作曲家チームがまあリスペクトがあって一緒に作業してみたかった、自分たち的な解釈を加えてみたかった的なところがあるのかなと思うんですよ。だからこれ原曲リメイクなんですけど、編曲にザ・ミューズの3名が名前を連ねてるんですよね。へえ。なんかカエルのグワグワみたいなのが原曲の方入ってるんだけど、こっちは入ってなかったりとかっていうミューズ的解釈がちょっと加わってるっていうのが今回のリメイクのテーマで、だからもしかしたらその作曲家リスペクトとしてというところがあるのかなっていうのは一つあります。なるほど。だからまあスイートチューンが作ったものというか、まあモノツリーもそうだけど清純派だったり楽曲派だったりとか、そういういわゆるポップス、海外の EDM とかっていうよりも韓国のこうメンタリティっていうか、韓国歌謡をポップスにリメイクするみたいな K-POP の解釈を新しく提示してって、まあだからその辺がこうその韓国人の心に染みるみたいな曲をたくさん生み出してって、まあだからそれが清純派の曲になってるっていうところで、まあチェンさんも好きな部分っていうか、ものがたくさんあるとは思うんだけど。そうか、懐かしさとかっていうのはそこら辺か。そうだからリセンヌが好きな理由もそこにあると思うし、プリティガールが好きっていうのもそこにつながってると思うし、そこはツイートチューンと、まあ、今のモノツリーも好きっていうところのが全部つながってて、まあ、イ・ジホン並びにザ・ミューズがスイートチューン先輩をリスペクトがここの曲をやるってことにつながってるかなというのは一つあります。まあだからそもそものリセンヌのそれこそ第3世代オマージュとかっていうところも、やっぱりその先人たちへのリスペクトみたいなところも。そうだから俺はここがちょっとつながるかなと思ったんだよね、リセンヌのキャリア的に。出発点としてそこがあって、今の上り調子に来てまたそこにっていう、ありえるかもね、ありえるかもっていう文脈的にはなんかすごく納得できる部分、まあすごくあけすけに言っちゃうとイ・ジュホンが好きそうっていうことっていうのがまあ2つ目の理由です。でもう一つはそのリセンヌの現状と掛け合わせると、プリティガールは5人体制になってからの2作目で、まあ、いわゆるブレイクのきっかけになった曲で、まあ、その後のカラの人気を決定づけた曲としてまあ知られてるって感じなんだけど、なるほどね。だからリセンヌはまあ今ギャルをきっかけにまあ、方言とか、まあ、バラエティでの立ち回りなどが、まあ、バズりにバズってまして、それが冒頭の今をときめくにかかってるんですけど、まあ、だからジョングクとかにも応援されちゃってねだってもういろいろなアイドルがさ、ヤッホーとかさ、ギャルコンセプトとかさ、すごいよね。リセンヌはだからそれによってラブアタックっていう自分たちの持ち曲がこうチャート逆走をしてるんですけど、要するにブレイクした後の曲っていうのは持ってないわけ、でまあ、その勢いを楽曲を持って決定づけたいっていうことなのかなっていうのは思うんですよね。そうかそうか。だからどんだけブレイクしても日本でいまいち知名度が上がってないのはこの曲の子たちだよねっていうのがイコールでつながってないっていうところがあって、なんか今ギャルキャラでバズってるんでしょっていうところで日本のファンがファンになりきれてないっていうか、ただのニュースとして捉えてるっていう感覚があって、それが多分他の今までブレイクしてきたグループと違って、ブレイクしてきたグループはこの曲が売れてますよっていうところから結構ファンがついていってるっていうところがあって、カバー曲だけど新曲としてっていうところが一つ欲しいっていうところがあるのかなっていう。確かにもちろん本国もそうだけど、日本人からするとさ、カラのプリティガールやるグループあんのみたいな感じにはなるもんね。今だからその人気を定着させたいっていう明確な狙いが現状のリセンヌはあると思うんだけど、その特に楽曲を持ってっていうところで、で、まあ、チェーンさんは現場とか行ったりとか多少内部的な部分も分かりつつっていうか、会社のやり方方針っていうのを、まあ、現場の肌感とかでいろいろ感じてる部分があると思うんですけど、現在のリセンヌは日本での人気に対してもかなりこう意欲的っていうものがありまして、まあ、別にここ秘密じゃないと思うんですけどまあ、カラは今言った通りご存知の通り日本に韓流ブーム、まあ、第一次 K-POP ブームをまあ少女時代とともにこう牽引したというか、そのうちの中心的なグループの一つっていうことですよね。だって俺 K-POP に当時全然興味なかったけど、メンバーの名前全員知ってたもんね。まあ、つまり韓国でもおなじみ、日本でもおなじみのカラの力を借りて、まあ、日韓人気その両方を狙いに行ったのかなと思います。そうかそうかそうか。でまあこれはチェンさんもご存知かもしれないんですけど、ちなみにリリース直後メロンホット100で、まあ、チャート1位をゲットしまして、まあ主要チャートの方のメロントップ100では
19時、要するに一番最初の集計ですね。うんそこで22位です。すごいよね。やばいよね。だから1時間でこの順位に食い込んだのは第5世代では史上初、うん最高順位らしいです。うん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 。いや、その前とかだってなかなか大変なことだと思うよ、それ。トップ100にそもそも1時間で入ってくることがほぼあんまりないっていう。そうなのよ。うん、ほんとやばいよ、これは。で、19時で、22位だったんですけど、20時、12位、うん。 9時、10位です。うん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 。そして、この収録直前、22時、うんなんと6位です。はあ、1位ありますね、これね。うん。いや、1位はラブアタックなんですよ。あ、そうかそうか、プリティガールが6位か。そう。そうかそうか。あ、でも、ってことはワンツーフィニッシュがあるってことだね。というか、このプリティガールが、当然今説明した通りランクインしてどんどんって上がってってるんですけど、リセンヌ現状それまで4曲入ってたんですよ。メロントップ100に。その4曲もどんどんって上がってるんです。で、ラブアタックもこの直前まで2位だったんですけど、22時現在で1位になりました。声を大事にして言わなきゃいけないのは、大手事務所じゃないっていう。そうなんですよ。さらに言いますと、というか、これが全ての答えかもしれませんが、はい。ミュージックビデオの最後にちらっと映ったものを覚えてますか？俯瞰でのショットしか覚えてないけど。画面の左下に一瞬なんですけど、コリアクリエイティブコンテントエージェンシーというロゴがあります。はい。というのも、最近、リセンヌが中小事務所グローバル飛躍支援事業の支援対象10組に選ばれたニュース、覚えていますか？要約すると、リセンヌやサイカーズ、82メジャーなど、将来有望かつ中小事務所に所属するグループに3000万円あげちゃおうっていう話なんですけど、でこれは配信のニュースコーナーでもちょっと取り扱ったりとか、チェンさんとその話もしたんですけど、でそれを推し進めてるのが国の行政機関、文化体育観光省とコリアクリエイティブコンテントエージェンシー、韓国コンテンツ振興員ということになります。それの支援を受けてのプリティガール、その3000万でこれを出したってことです。ははー、なるほど。なのでギュリの共演の後にこれが決まってるので、直接的にはそれは関係ないです。それも要因の一つになってる、アイデアの一つとしては出てる可能性はあるんですけど、そこから始まってる話ではないです。でそのギュリのとの共演を知ってるリマインとかは、この企画自体がだいぶ前からあったんじゃないかっていう推測を出してる人がいるみたいで、だけどそもそもこれの認可が下りて3000万円が振り込まれてっていうところから推測するというか、その南のギャルブレイク以降に作られた企画っていうことらしいです。そうか、だからもしかしたら、カバー曲でカムバックっていうのは言われてたけど、候補があっただけで、まだ何かは厳密には決まってなかったのかもね。そうかもしれない、要するにだからその3000万でこれを出したっていうことなんですけど、チェンさんだったらこのように急にまとまったお金が入ってきたらどうしますか？今でしょ、とりあえず新しいレンズと、あともう1台カメラ、高画素機っていうのがあるんだけど、それを買うかな。そうです。つまり、前から欲しかったもの、やりたかったことをやっちゃうのが人としての差がなんです。ザ・ミューズがリセンヌに前からやらしたかった、やりたかった、イエイ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 ってことなのかなと思います。というかそんなに深く考えてなくて、3000万もらえるの？カラーのやつやりたいんだけど、イエイイエイイエイっていうぐらいの感じだと俺は思うっていうか、そんなに深くないと思う。実は。だからイジュホンとかザ・ミューズがそもそもカラーのお好きで、スイートチューンとかプリティガイに対してリスペクトがあって、リセンヌ今乗ってるし、あれこれ日本にも韓国にも両方いいし、熱くねみたいなだからあぶく銭だからパッと使っちゃおうぜみたいなところがあって、その軽いノリでやっても間違いないのがリセンヌの賢さというか、ザ・ミューズの手腕っていうのはよくあると思うんだけど、だからそれかなって思ってますそんなもんかなっていう。いやでも俺はなんかもっと綿密な計画があったのかなとかいろいろ想像してたんだけど、だってさすがにギャルでここまでバズるとは思わなかったわけじゃん、想像もできないわけじゃん、ただそれを受けてのこの流れだったら、なんかそういうところのフレキシブルさ、ギャルを受けてのっていうさスタイリングとかも絶対あるわけじゃん、だからそこら辺の身軽さというか、そこら辺はなんかミューズありそうだなって思っちゃうよね、あとは3000万円を
あぶく銭と捉えられるぐらい今リセンヌが大きくなってるってことなんだと。これがもうなけなしの3000万だってなってたらここまで大胆なこととこのスピード感はできないってことなんだよね。3000万じゃあこれに使っちゃおうって言える、もっとこの先の利益が明らかに見えてるから、このスピード感でこのテンポ感で出せるっていうのが今のリセンヌとミューズの好調さを表してるところかなとは思うね。それはあるかもね。そのなんて思い切りの良さというか、それは乗ってるからっていうのもあるし、さっき言ったように土台がしっかりしてるから、いけるっていう。オチがちょっと弱いよね。一言だけ言っていい？もちろん。画面を通じてメッセージを伝えていいですか？みなみちゃん、うちらのこと忘れないでね。忘れられないでいいね。本当だよ。これで忘れてなかったら株上がっちゃうの。ますますね。